これもうこれ超えることないだろうなっていう、気づかれてない曲とか結構あると思うんですよ。どれだけこうキャラクターを愛してくれたかみたいな。そうですそうです。そうですね、私はその開発の、コーディレクターっていう立場でやってるんですけれども、基本的にはシナリオを作って、そのシナリオに紐づくドラマシーンとかを監修したりとか、このストーリーこういうドラマが行われているからこういう BGM 演出にしたいんだとか、重要な効果音はここで鳴らしたいんだとかっていうのも含めてトータルでディレクションをしていくっていうので、サウンドチームと一緒に音楽の設計をやるっていうことをもう結構長い間やってます。そうですね。自分はミュージックスーパーバイザーっていう立ち位置で、しようとしておりまして、鳥山の方が音楽の設計をしてくれたものをですね、自分の方でそれをこう見まして、全体量とかどのようにその音楽をこうアレンジを作ったりとか、どのようにこう音楽制作していくかっていうのをこう考えつつ、あとその音楽の実装の方も見つつ、スケジュールに合わせてこうレコーディングだったりとかアレンジを発注していったりとか、制作を進めるのをこうあれですね、こう見ていく感じの立場ですね。はい。僕はサウンドディレクターで、ボイス SE、BGM、サウンドをこうゲームにどう落とし込むかみたいなところの仕様作りやら制作進行などを見つつ、自分は効果音を作りながら、実装しつつ、あとは BGM でいうと鳥山さんと川森さんがこう設計上がってきたものをどういう風な鳴らし方をすれば思い描いた通りの音が出せるかっていうのを設計しつつ、プログラマーさんとか開発チームと話し合って、進めていくという仕事をしています。はい、リメイクが出た後、そのリバース作る前にリメイクで全部出し切ったなっていう気がしてたんで。そうなんですよ。リバースって音楽どうすればいいんだろうっていうのが本当にあったんですけど、なんとか最終的にはいい形になり。そうですね、はい、本当に鳥山さんの設計のおかげではあると思うんですけど、もともとさ、その原作っていうのがサントラでいうとね、ディスク1からディスク4かな、なんかに分かれてるんですよ。でそれぞれこうリメイクの時にはディスク1とディスク2の曲でやろうとか、でリバースはディスク3、4まで入っちゃってもいいかみたいな、そういう区分けはちょっとあって、リバースはそういう意味ではその中盤の原作の中盤の曲を新しく入れられるっていうのがまずあったので、そこのそのゲームデザインの部分とサウンド的にまだ取ってあるぞというところはしっかり残っていたんで、いいものにはなるかなと思ってるんですよ。そうやっぱりその原作知ってて、今回シナリオもね携われてると思うんですけど、両方知ってるところでやっぱ一緒に設計できてるのが、本当にこのリメイクプロジェクトをね通してすごい力になってますよね。それは大きいですね。いいものになってる要因ではあると思いますね。原作当時からその今なかなか数も少なくなっているんですけど、直接上山さんと、やっぱりやり取りをしてるっていうところが一番の財産になっていてですね、彼がどういう楽曲をどこのゲームの場面に当てるかみたいなことを、セブンとかFF10 とかで一緒にやっているものを今引き継いで僕はやってるというか、そういうイメージの仕事で、最初の時とリバースの時は嬉しかったですよね。やっぱり一作目よりはどう考えてもインパクトっていうのは下がっちゃうのかなと思ってたんで、一作目もやっぱりゲームアワードとか受賞できたのも嬉しかったですね。そうですね、リメイクの時は本当に結構新しいことをゲーム上ではしてたので、サウンド的に、そこは本当取れて嬉しかったですよね、当時。リバースで取れたのもね、嬉しかったですけど、浜口さんガッツポーズしてるのね。いやだからさ、もともとゲームアワードっていうのが一番世界で大きいゲームのアワードっていうか、賞なので、リメイク系のプロジェクトに結構厳しい評価はあんまり取れないんですね。
各賞が。で案の定リメイクの時もそのサウンド系のアワードだけは取れたんだけれども、ゲーム系のアワードはちょっと全部取れなくてですね、でリバースで絶対取ってやるっていうふうに学校開発チーム一度思ってですね、ゲームとして遊んでも絶対リバースは面白いっていう自信を持ってすごく望んだんですよ。で開発チームでそのゲームアワードの中継をみんなで夜中に見ていて、朝早朝かな早朝で見ていて、どの賞も全部取れずだんだんお通夜みたいになってきた最後 BGM だけ取った時にいや嬉しかったねあれはガッツポーズ出たと思いましたね。でも逆にそれを取ったがゆえにこう3作目も絶対取らないといけないっていうちょっとやめてくださいよ。いやそうですねもう最初からそこはもう意識して鳥山さんの中でそんな決意があるんですね。基本フィールド系の曲だったりとかそういうものの曲は優先して入れるようにしたりとか、あと印象的なキャラだったりとかゲストとかそういうやつを優先して入れたりとかですかね。でそのリストを鳥山さんにも見ていただいて、決めていった感じですかね選曲。多分最初の同発の時のサントラって、一番有名どころの曲というか、そういうものが入るけれども、プラスの方がより個性的なキャラクターの曲が残っていたりとかで、ちょっと特徴があるサウンドトラックにもなるかなとは思いますね。一番最初はめちゃめちゃ悩んでましたよね、ありすぎて。そうなんですよ多すぎるからねやっぱりそのリバースの過去ニブルとかもすごいボリュームで BGM 作られてるんですけど、リバースのサントラの時は全体考えるともうほとんど曲入れれなくてそうだよね。だって最初のニブルヘイムだけでディスク3までだったそうなっちゃうそうなんですよ。どうなんだそれっていう感じになるよね。やっちゃうので今回そのプラスで結構過去ニブルのところとかの楽曲も保管できたんで、そこは良かったかなと思いますね。いや曲名つけるのも大変ですよね。そうですね。どうなんですか曲名をつけるって。大体その年末に恒例というか開発が終わる直前ぐらいにサントラの曲名をつけてくださいってくるんで、その時にはだいぶゲームの中身がもう仕上がった状態のものがあるから、どういうふうにつけようかなっていうのは大体決まっていて、3パターンぐらいあるんだけれども、1個は例えば原作の曲オリジナルの曲のアレンジバージョンっていう、聞こえ方になっているものはまず原作の曲のタイトルに副題をつけるサブタイトルみたいなものをつけてアレンジバージョンって分かるようにする。でもう一個は例えばボスバトルの曲はボスバトルの名前そのまんまにしたいと、プレイヤーとして遊んだ時とかにどこでかかってた曲だっけって分かんなくなっちゃうから、エアバスターだったらエアバスターみたいなすごいシンプルなものにしています。であとはカットシーンの専用曲とか特定のタイミングでかかる曲っていうのは、そのシーンのイメージになる言葉もしくはそのセリフを持ってきたりとか、そのカットシーンを作る時に仮でタイトルがついてる1個ずつそこをそのまま使ったりとかそういうケースもあるんでね。あとやっぱ有名すぎてね、上山さんのその曲がどれも名曲なので。そうですね、本当にそこはあんまり変えたくないっていうのはあります。プラスに入るのだとルーファースの新社長の歌とかが結構入ってませんね。プラスで英語のあれとかは当時は歌がなかったんですよね。歌詞だけ入れていたものを今回ボーカルを入れてちゃんと歌にしたいっていうので当時の歌詞のほぼそのまんまを使って作りました、その当時その歌詞を書いてたらもう私だったりとかあれ僕が作ってた当時からそうなんですね。なるほど。それは今僕も初めて知りました。鳥山さんのせいです。いや僕ら鳥山さんに聞いていただければそうです。ちょっと歴史というか遡っていくとですね、通常のゲーム開発のBGM 制作って、こちら側からリクエストするときに、まず BGM のリストを作るんですよね、Excel とかで。例えばバトル曲が何バージョンあってとかフィールドはこのなんとかグラスランドの大陸用のフィールド曲、そこから行くミスリルマインドダンジョン曲みたいなそういうリストを作って、BGM 発注するっていうのが
通常のケース、通常のケースファイナルファンタジー7のリメイクを作るときに、もともとやっぱ FF7 の原作の曲がまずありますと。で FF7 コンピレーションの楽曲もすごくたくさんありますと。で、他にもいろんななんていうか音源として参考にできるものっていうのは昔の時代に比べたら圧倒的に入手しやすかったりとかしたっていうのもあってですね、一度チャレンジしてみたかったのが、全てのゲームの映像に対して一個ずつ音をつけていくというのをやりたいと。でその前までの作品って例えばカットシーンに対してそういうことをやっていた一定の尺が決まっていて、そこになんか専用の楽曲を作る時とかにはそういうことをやるんですけれども今回はそのカットシーンだけじゃなくてそこからつながるゲームプレイと、例えばバトルの中でもボスバトルが3回展開するんだったらそこを3回展開したいとかいうものをもう設計の段階から映像に音楽を当てて、作りたいっていうのがまず FF7 のリメイクの時から決めたコンセプトで、それをやるとですね、今までカットシーンだって5分の映像が何十時間の映像に対して一個一個作っていきましょうっていうふうに変わるんですね。でその状態をエクセルに落としていくという逆の作業が発生して、そうするとなんか1個のエクセルが出来上がった頃には600曲とかそうですね、最終的になっちゃってたんですよね。だからリメイクの時のねにやっぱりできちゃったからね、あれがやりすぎましたね、最初ね。なんかリメイク終わった時にもう僕 BGM の曲数としてはこれ超えることないだろうなって思ってたんですけど、リバースであっさり超えた。いやまたリバースがそのリメイクとねゲーム性が変わったじゃないですか。もう結構ねガラッとオープンワールド風になって、でもそこでクエストやらね、いろいろなことが同時進行で起こるんで、そこの扱いもすごい大変でしたね、実装面でもね。数も増えるし、ね、数もね、ここも専用ですかみたいな気づかれてない曲とか結構あると思うんですよね。俺気づかれてない変化とかね、つなぎの部分はねいっぱいあるでしょうね。いや例えば通信塔エリアの通信塔全部開放したら、フィールド曲のアレンジが変わるってみんな気づいてるんですよ。わかんない、どうだ、自然すぎて気づかないどうですかね、気づかれてるんですかね。どうでしょう。そうですね、もしかしたら気づいてくれてると嬉しい。この動画を見てる方にコメントいただいたらいいかもしれない。今回の全エリアそうなんですよ。今回のこのサントラにその通信と開放前が入るんで、プラスに入る、もしかしたらそれであれ同じ曲違うってなるのかもしれないですね。そのエアリスの試練冒険の途中っていう曲がありまして、これはエアリスのテーマがベースにはなっている。彼女のテーマってすごく優しくて明るい曲なんですけど、その中でも彼女の少女時代、エアリスの少女時代とかを描く暗めのフレーズというか、そういうトーンの曲になっていて、そこを実際にエアリスの少女時代のエアリスを操作して歩くみたいなところにすごく合ってる。オーソドックスな原作のテーマ曲を使いながらも新しいアレンジにしているっていうのがすごく印象的な曲になっていますね。言われてみて、そうだってなりました。鳥山さん喋ってて、あそこに多分普通に設計の時はただのエアリスのテーマが当たってたのかもしれないけど、あれが最終的にああいうふうに仕上がるっていうのがさすがだなというふうに思いますね、サウンドチーム。自分がちょっと推したいなっていう曲はですね、ゲスパーティーっていうロンリーゲスのバトルの時に流れる曲なんですけど、これがロンリーゲスの曲がバトルアレンジになっていて、なんかすごくいい感じに仕上がっているので、なんかその辺を注目して聴いてもらえればなと思います。いやゲスもね、なかなかいい味出してますからね、やっぱり。ゲスは絶対に普段の作品ではやれない、ファンク系のね曲にしたからさ、鳥山さんらしい感じがしますね、本当に。いやあれ本当に鳥山さんね、ロンリーゲスの最初に出てくるところとなんかファンクの、多分曲を上げていただいてて、そうですね、すごいいい感じ、そしてバトルにもいい感じに落とし込めて、そうですね、もう何の違和感もなかった。あれは
やっぱ個人的にもやっぱりファンク系の曲が好きだからさ、やっぱすごく使いたくはなるけどなかなか合うところがなくてそうですね、自分がまあ思い出深いというところなんですけれども、やっぱりグラスランドの湿地帯から、ミスリルマインに入るところの曲ですね。ここ、なんでかというと、開発当時、このエリアから、制作始めて実装をこういろいろ試みた場所でもあって、何回もトライアンドエラーして実装したところなので、自分的には思い出深い、曲なのでぜひ聴いていただければと思います。それでちょっと思い出したのがさ、そのチョコボの曲をどう鳴らすかって結構それはあったんですよ。試したよね、そこでやりましたね、なんていうか各フィールドに対してやっぱ曲をつけてるけれども、ユーザーがチョコボに乗ってしまうと全てがチョコボに奪われてしまうから、そうです。どのくらいで鳴らし止めるか、もしくはそのままチョコボにするかみたいな、だいぶ議論しましたね。そこ議論して試してもらってっていうのが、その湿地帯にチョコボで乗り込むとチョコボの曲になっちゃうけど、もう少し不気味な雰囲気にしたいから、やっぱチョコボは上書き禁止でみたいな、そういうことをやったのを覚えてます。そう、最初のところだったんで、めちゃめちゃ僕は思い出深いですね。湿地帯は確かにそのグラスランドのフィールド曲が鳴っていて、湿地帯のところに入るとなんかそのグラスランドの曲がうまくエンディングを迎えて、3日終わって湿地帯の曲に切り替わるようになっていて、なかなかその自分も他のゲームを遊んでいて、そのフィールド曲がちゃんとエンディングに行ってから違う曲になるっていうのはなかなかこうないんですけど、今回その実現できたのはすごい良かったですね。チャレンジだったんですよね。もう自然すぎて多分説明 してやっと初めて分かる。そうですね、はい。普通にフェードアウトしただけじゃないんだみたいな。そうなんですよ。だけどあんまりうまくみんな全部やりたかったんですけどね、いろんなところで。距離がやっぱり必要だから。そうなんですよ。ちょっとカット入っちゃってちょっとダメだったりとか。そうですね。一定の距離感、その無音になるところまでの距離が、で次の曲が鳴り始めるまでにやっぱ空間的に場所が取れてないとそれができなかったりとかするから。いろいろやりました。無音空間作ったりとかね、手前でね。なんて言ったのかな、やっぱゲームの空間にはどういうふうに音楽を乗せるかっていうのはやっぱり一個一個の箇所がそれぞれやっぱり手作りというか、そうだったんです。そこで最初のとこだったんでね、やっぱりその湿地帯のところね。そうですね、湿地帯ははい。思い出深いって感じですね。いろんなシーンのね、曲が入っているんですけれども、これまでも、聞き返してあれこの曲どこで鳴ってたっけとかいうところもねあると思うんで、そういう場合はまたゲームに戻ってですね、実機プレイして両方楽しんでいただければなと思っております。今回のサントラやっぱりその元のサントラで収録しきれなかったこの曲が入ってるんだとかこんなバージョンあったんだっていうのをですね、すごく聞いていて思ってもらえると思うので、やっぱり新しい発見とかが絶対あると思うので、そこを、気にしながら、楽しんで聴いていただければと思います。やっぱりそのゲームの中で自分が感じることのそれを後押ししてくれるものとしてやっぱり BGM 音楽の力ってすごく大きいと思います。ですので自分がやっぱり心に残ったシーンとかにどんな曲が使われているのか、その曲をまた音楽だけで聴いてそのシーンを思い出したりとかそのキャラクターを思い出してくれたら嬉しいです。ではお楽しみに。